本日のニュース一覧です。1、米海兵隊の当初分散展開構想と海兵隊防空統合システム、マディス。2、米陸軍が超軽量車両 ISV の調達計画を約18倍に拡大。3、ロシア、北朝鮮から新型短距離弾道弾 KN30 を初めて受領。4、陸自、地対艦ミサイル網を強化、国内実射を本格化。世界のミリタリーニュース。新防衛研究チャンネルのセカンドチャンネルである当チャンネルでは世界の軍事関連ニュース、軍事テクノロジーについてお届けしていく予定です。不定期投稿となりますので、チャンネル登録、ベル登録をしていただけると最新コンテンツがお知らせされますので、ぜひご検討ください。それではコンテンツをお楽しみください。アメリカ海兵隊が西太平洋のパラオに最新の短距離防空システムマディスを展開し、実弾射撃訓練を実施しました。アーミーレコグニションやアメリカ軍の発表によると、7月30日、パラオで実施された多国間演習テネイシャス・アーチャー26で、マディスから FIM-92 スティンガー地対空ミサイルが発射されました。マディス海兵隊防空統合システムは、JLTV 装輪車両をベースとした機動式防空システムで、スティンガーミサイル、30mm 機関砲、レーダー、電子戦装置などを組み合わせ、ドローン、ヘリコプター、低空飛行する航空機などに対処します。マディスは2両を1組として運用し、MK1 がミサイルや 30mm 機関砲による攻撃を担当し、MK2 がレーダーによる捜索や指揮統制、電子戦などを担当します。今回重要なのは、マディスがグアムではなく、グアムから南西へ約1300キロ離れたパラオまで展開されたことです。アメリカ軍は中国軍の長距離ミサイル攻撃を想定し、グアムなど少数の大型基地へ戦力を集中させるのではなく、西太平洋の島々へ部隊を分散させる作戦への転換を進めています。しかし、部隊を小さな島々へ分散すれば、それぞれの拠点をドローンや巡航ミサイルなどから守る防空能力も分散配置する必要があります。マディスは大型の防空システムと比較して機動性が高く、海兵隊と共に移動できるため、こうした分散拠点を低空からの攻撃から守る役割を担います。実際、今回の演習では、マディスだけでなく、アメリカ陸軍のアベンジャー防空システムや携帯型スティンガーもパラオへ展開され、複数の短距離防空手段を組み合わせた訓練が行われました。また、海兵隊は2026年6月、沖縄の第12海兵沿岸連隊にもマディスを配備しており、7月には沖縄で実弾射撃訓練を実施しています。さらに、フィリピンでも対艦ミサイルシステムネメシスをマディスで防護する訓練が行われており、沖縄、フィリピン、パラオなどへ機動式防空システムを展開する能力が実証されています。つまり、アメリカ軍はグアムという巨大基地だけを防御するのではなく、西太平洋に分散する小規模な作戦拠点にもマディスなどの防空システムを展開し、部隊そのものを分散させながら生存性を高める新たな防空体制の構築を進めています。アメリカ陸軍が歩兵分隊用の超軽量車両 ISV の調達計画を当初の649両から11,582両へ約18倍に拡大しました。アーミーレコグニションやアメリカ陸軍の発表によると、2026年2月に新たな調達目標が承認され、通常型 ISV を4,677両、派生型の ISVU を6,905両整備する計画です。ISV は GM ディフェンスが製造する9人乗りの超軽量戦術車両で、シボレーコロラド ZR2 をベースとしており、部品の約 90% に民生品を利用しています。装甲防御を重視した JLTV などとは異なり、ISV は軽量化と高速機動を優先しており、CH47 チヌークの機内搭載や UH60 ブラックホークによる吊り下げ輸送にも対応します。アメリカ陸軍によると、調達数が18倍にまで増加したのは、単純な要求の膨張ではなく、
実際に車両を使用した兵士からの需要が大きく増加したためです。その背景にあるのが、ドローンと長距離精密火力によって急速に変化している地上戦です。現在の戦場では、部隊が同じ場所に長時間とどまれば、偵察ドローンや電子戦システムなどに発見され、短時間で砲撃や自爆型ドローンによる攻撃を受ける危険性があります。このため、アメリカ陸軍が歩兵を重装甲で守るだけではなく、小部隊を分散させ、発見される前に素早く移動させることも、生存性を高める重要な手段と考えています。実際に、2026年6月の国立訓練センターでの演習では、第3歩兵師団の部隊が ISV で最大約30キロを高速移動し、到着後、すぐにドローンや電子戦装置を展開して敵を捜索しました。発見した目標は、砲兵、自爆型ドローン、ブラッドレー歩兵戦闘車、戦車などへ引き渡して攻撃するハンターキラー戦術が試されています。また、第101空挺師団では、ISV を歩兵輸送だけでなく、ドローンの運用や充電を支える移動拠点として使用する試験も行われています。つまり、ISV は単なる歩兵を運ぶ車から、ドローン、電子戦、偵察、補給などを担う小部隊を素早く移動させるための共通車両へ役割を拡大しつつあります。当初649両だった計画が11,582両まで拡大したことは、ドローンによって戦場が常時監視される時代に対応するため、アメリカ陸軍が重装甲による防御だけでなく、分散と高速移動によって攻撃を回避するという考え方を大幅に取り入れ始めたことを示しています。ロシアが北朝鮮から新型短距離弾道ミサイル KN-30 北朝鮮名火星 11C の供給を初めて受けたと報じられました。アーミーレコグニションがウクライナ国防省情報総局などの情報をもとに報じたもので、8月20日時点では KN-30 が実際にウクライナへ発射されたことは確認されていません。KN-30 はロシアがすでにウクライナ攻撃で使用している北朝鮮製 KN-23、KN-24 より大型の弾道ミサイルで、推定射程は600から900キロ、弾頭重量は最大2500キロとされています。特に2500キロという大型弾頭が事実であれば、ロシア製イスカンデル M の約480キロと比較して5倍以上となり、鉄道施設、飛行場、燃料施設、軍事工場など大型固定目標への攻撃で大きな威力を発揮する可能性があります。さらに、北朝鮮は約90人の弾道ミサイル部隊をロシア西部ボロネジ州へ派遣する準備を進めており、6機の移動式発射機と最大120発の KN 系列弾道ミサイルを運用する計画とされています。北朝鮮はすでに大量の砲弾や KN-23、KN-24 などをロシアへ供給しており、韓国国防省も8月24日、北朝鮮からロシアへ1500万発以上の砲弾と短距離弾道ミサイルが供給されたとしています。北朝鮮製ミサイルは、ウクライナで実戦投入された初期には、精度や信頼性に問題がありましたが、その後は精度が改善しているとの分析もあり、韓国側は、実戦データやロシアからの技術支援が、北朝鮮のミサイル開発に利用されている可能性を警戒しています。KN-30 が加われば、ロシアは国産のイスカンデル M を温存しながら、北朝鮮製弾道ミサイルを大規模な固定目標への攻撃に振り向けることも可能になります。一方、ウクライナが弾道ミサイルを迎撃できるパトリオットなどの防空システムは限られており、ロシアが国産ミサイルと北朝鮮製ミサイルを組み合わせて大量発射すれば、防空網への負担はさらに大きくなります。今回の KN-30 供給で重要なのは、北朝鮮の支援が砲弾や既存ミサイルの大量供給から、より大型で長射程の新型弾道ミサイルと、その運用要員の派遣へ拡大している可能性があることです。ロシアにとって、北朝鮮は単なる弾薬供給国ではなく、弾道ミサイル戦力そのものを補完する存在になりつつあります。陸上自衛隊が北海道で、88式地対艦誘導弾による国内実射訓練を実施しました。
アーミーレコグニションや陸上自衛隊の情報によると、訓練は2026年8月16日から22日まで静内対空射場で行われ、北部方面隊の第3地対艦ミサイル連隊と西部方面隊の第8地対艦ミサイル連隊が参加しました。今回の訓練では、単にミサイルを発射するだけではなく、目標に関する情報収集から射撃まで、地対艦ミサイル連隊による一連の対艦戦闘を訓練しています。注目されるのは、陸上自衛隊が地対艦ミサイルの実射訓練を海外だけに依存せず、日本国内で継続的に実施できる体制を整え始めていることです。88式地対艦誘導弾の国内実射は、2025年6月に静内対空射場で初めて実施されており、今回が2回目となります。さらに、陸上自衛隊は2027年度以降に南鳥島から洋上へ向けた地対艦誘導弾の射撃訓練を開始する計画で、すでに車座や道路などの整備を進めています。南鳥島を利用できれば、北海道の射場だけでは難しい長射程の地対艦ミサイルについても、国内で実射訓練を行える環境が整うことになります。一方、陸上自衛隊は、従来の88式や12式に加え、射程を大幅に延長した2号式地対艦誘導弾の配備を、2026年3月31日に、熊本県の県軍駐屯地で開始しました。2号式地対艦誘導弾は、従来の沿岸防衛用対艦ミサイルから、大幅に能力を拡張したスタンドオフ兵器で、敵艦艇や上陸部隊を、より遠方から阻止する役割を担います。さらに、沖縄には、アメリカ海兵隊第12海兵沿岸連隊の地上発射型対艦ミサイルシステム、ネメシスも、2026年6月から配備されています。つまり、日本周辺では、自衛隊の地対艦ミサイル部隊とアメリカ海兵隊のネメシスを組み合わせ、島嶼部や沿岸部から海上の艦艇を攻撃できる地上発射型対艦戦力が急速に強化されています。今回の88式地対艦誘導弾の実射訓練は、その基礎となる部隊編成であり、今後は2号式地対艦誘導弾と南鳥島の長射程射撃環境が加わることで、日本の地上発射型対艦戦力は、装備の配備だけでなく、国内で継続して実践的な訓練を行える体制へ移行していくことになります。新防衛研究チャンネル、セカンドのコンテンツはいかがでしたでしょうか。チャンネル登録、ベル登録、いいねをお待ちしております。メインチャンネルでは、ウクライナや中東の日々の戦況などを毎日配信しています。また、姉妹チャンネル、近藤機関では、構造で読み解くをテーマに、軍事、外交、政治など様々なことについて考察しています。お時間があれば、これらのチャンネルもご覧いただけると嬉しいです。